あ、エンジンかかんない。エンジンがかからない、放置してあった車。そうそう。なんか綺麗だから部屋とかにあ、置いてた感じだよね。だけどもエンジンが全くうんともすんとも言わない。うん。これが全部溶けちゃって。これが今のねランチャー。そう。タンクの底にこのゴムの残骸が溶けちゃって。それ俺もう触りたくないんだけど、やっと定期にしたから。俺不思議だったのが燃料ポンプをなぜその一番最初に開けたのかなっていうのがそこに気づいたっていうか。いや、音がしてない。だから燃料ポンプかリレーかっていう。もう大概放置した車はまず燃料ポンプ。最近やったベンツも全部燃料ポンプ。もう5台ぐらい連続で燃料ポンプ交換した。それで燃料ポンプを交換だからシート外して開けてってやったら溶けてた、ゴムが溶けてたっていう。俺最初からゴムが溶けてんのをもう想定して外したと思って、だからなんでそんなに勘が働くのかなと思ってたんだよ。ポンプが浮かないのが確かに、ポンプを変えようと思って見たらああいう状況。要は二次被害っていうかね。まあほら前やってたベンツなんかみんな錆びちゃってるしね。あれはこっちはほら樹脂のタンクだから錆びはないけど、まあ何かしらそういうガソリンの腐ったのが入ってると何かしら悪いことが起きる。だからただガソリン、まあこれ綺麗だから最初からガソリンを疑ったのかなとか思ったけど、いやもう放置して何年もって時点でガソリンダメだから。もうそれが何台もやってるから、まずそこから仮にガソリンが入ってたら、それはまず捨てなきゃいけない。なるほどね。それがもうお決まりね。そうそう、これもだからガソリン抜いたからポンプのとこからシポシポで古いガソリンを捨てたから。そしたらもうやっぱり普通のガソリンじゃなかった。それ以外にそのゴムの溶けたやつがべったりくっついてたから。いやだから簡単に直そうとして俺なんかが考えた場合に、ガソリンは交換するにしても、これでもしカチカチってカチじゃない、燃料ポンプの方にジーとかって電源が入ってたとしたら、ポンプを開けなかったんじゃないかと思うんだよね。俺もだってポンプの音がしてる開けない。だ逆にそれでガソリンを逆にこっち見て、それでもエンジンかからなかったら燃料が来てるか見るから。これだけはやっぱりポンプになる。それでもしポンプに電源がジーって来てたとして燃料入れ替えるんじゃないですか。そしたら始動しちゃうわけですよね、セルをね。まずね、それしなくてよかったなと思って。それしちゃってたらガソリン交換したとしても後々にゴムがぐちゃぐちゃなやつが混じってたってことで、後々はね、すごい。今だって完璧に取ったわけじゃないから、こうしてる間にもガソリンに溶け始めてる。ゼロじゃないっていうことだね。だから早くガソリンをいっぱい入れて走れば希釈するみたいなね。平気だと思う。わかりまあ大体音がしなければまずこっちでリレーとか来るか見るから。なるほどね、順番がある。そう音がしないからポンプ変えても音がしないからリレー見て。でほら錆びてぐちゃぐちゃな状態、これもゴムでぐちゃぐちゃだったけど、前のベンツみたいなひどい状態だったから。あれはなんか外観から見て想像できたけど、だからこれはこんなに綺麗だからって俺なんかはそういう勘が働かなかったから。まあね、普通に綺麗だっていうのは、これはエンジン乗せ替えたばっかりでずっと動かしてないみたいだから。だからそういう風に言ってるから、それを真に信じてたらまさかって思うけど。いやだからそれが良くないってこと。なる。今まで乗ってたんだけど、それなりに汚れてて綺麗で全く動かしてないから、逆にちゃんと動いた経験もない車かもしれないから。そのポンプとか動いてても、乗せたエンジンとなんかポンプが違うとかね、そういう問題もあったかもしれない。この中見るとシッピみたいな。だからなんていうか動いた歴史はないってことだから、それがちゃんと動くかどうかわからないってこと。それがギャップで、自分なんかそんなに修理とか疎いと、いやそうやってもう信じんじゃないですか。オーバーホールしてこんだけやってあるよっつって綺麗じゃないですか。オッケーだなって、それで買い付けると思うんだよね。動いた履歴があるかないかっていう。なるほど、それがチューニング屋さんの言い分だよね。
要はやることまでやったんだけど、実は最後断念してそのままやめたっていう可能性もあるもんね。なんか肝心なものがついてない可能性だってなるほどね。やっぱりその放置車を何台もやってないとそういうのは分かんないよね。放置に至った決定的な原因がどっかに隠されてるかもしれないですよね。まあこんなこと言っちゃあれだけど、売る人だってその分聞かれなければ、あ、聞かれなかったから話さなかったんだよっていう言い分が取っちゃうもんね。でエボなんとかっていうのはよくわかる。エボ1とか2とか3とかなんかボンネットのダクトとかなんかグリルあたりが確か違う。ブリスターフェンダー。あ、これさっき言ってた車外のショックアブソーバーのヘッドがカーボンでできてる。ここカーボンっつったらドライカーボンじゃなかったらね、柔らかいからね。それとこっちも、これがドライカーボンでできる。お金かかってさ、2万何キロ、すごい。全然シートも綺麗。もう世界で一番距離少ないかもしれないよね。これ例えばこのこのメーカーって今どうなってんの？ランチはあるの？そことかがなんか声かかってきそうだよね。ぜひとも。まあこれ新品からじゃないね、新車の時からじゃないけど、多分一回やってんだと思うけどね。2万8000キロで新車このどっかああ、そっかね。黒はビニールある。ああ、いやそれにしちゃビニールが劣化してないなと思って。あ、だからこれ閉まってた。でしょうね。屋内だよね。こういうのをなんか屋外駐車してる人なんかいないかもしれない。いやメーターもなんかかっこいいね。エンジンがイタリアのもうちょっと名前忘れちゃったけどなんとかレーシングっていうところに送って、送り返してもらって、乗せてそれから動かしてないみたいな。あ、そうなの。ミッションも違うらしい。シフトレバーを動かすと異常なのが分かる。おお、なんかレーシー。前後に動かす。なんかレーシーだよね。何入んねえよ。いやいや前後ある。おお、何これ。これ動いてんの？ちゃんと動ききってんのっていうストロークじゃん。ああ、こんだけで入ってるってことだよね。だからまあ重い感じがあったから、こっから見えないところから、そのリンクのところが短いんでしょ。力いるから。だから食ってすぐ入るような。すごいです。その部屋かなんかで放置してた感じかもしれないよね。鎖とかもないし。あ、だからミッション書いてあるね、これね。これがノーマル？そう。あれだとこれがつかないらしい。あ、純正なんだ。まあイタリアだからだ、この車だからなのか知らないけど、フェラーリとかみんなそうなのかもしれないけど。パッドだけ変えてるんじゃなくてね、実はもともとがこれサベルトが作ってるやつがついてるっていう。いやー、見れるだけでもすごいです。フェンダーもブリスターかっこいい。まあね、乗った感じはね、一番最初のランエボとかね、あんな感じで。なんかエンジンもなんかランエボだと思っちゃうそうんで。なんか昔のごっついエンジン。ランエボが真似したんでしょ、これのなんか、なんかデザインなんかもふっと思うと何一番国産で思うっていうとそんな感じだよね。まあ乗った感じはね、前に直したやつ乗った感じね、古臭い。いや、そりゃそうでしょ。いや、サブすごい速いかなと思ってるんだけど、まあ速いっちゃ速いんだけど。まあだから当時で、ってか逆算する、そのファクターを入れればものすごいわけでしょ。それほらなんだっけ、スカイライン GTR160 馬力だってそうじゃん。今何なのそれって。そうだから当時の感じで言えばランエボとかさ、ランエボ以外にも
あの頃ってギャランの VR4 とかさ、あった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 。結構速い車っていう、まさにああいう感じ。なるほどね。ちょっとガサついた燃費の悪い2000のエンジンのターボで、この四駆の感じもなんかすごいガサツな感じで、結構いい感じでグイッて切ると抵抗がある感じ。多分これオーバースピードでケツ流しちゃえばスムーズなのかな。要は癖があるってことだよね。だそういうのを今は例えば AWD とかスバルなんかは電子制御で無段階に前後の比率とか変えるでしょ。だから乗りやすくなっちゃう。そうだからジムニーを舗装路で四駆にして走るみたいなさ、ガツガツガツみたいなね。これが全部溶けちゃって、これが今のねランチャー。そうタンクの底にこのゴムの残骸が溶けちゃって、それ俺もう触りたくないんだけど、やっと手きれいにしたからさ。わかるもん、半液体みたいな。いやゴムはね日本車もダメにはなるけど、こんなにはなんない。見たことないよね。こんな材料使うんだよって感じ。ひどいよこれ。これじゃまたタンクも掃除しないとダメだね。ランチャーデルタ続きです。燃料タンク